スマホは床に置いて、足肩幅ぐらいでヤンキー座りしましょう。かかとは床につけたまましゃがめると良いと思います。余裕だよって人は、しっかり膝同士つけたまましゃがめると最高です。最低でもね、足肩幅ぐらいに開けた状態で、かかとを床につけたまましっかりヤンキー座りできると良いと思います。これは股関節と、足首ふくらはぎ周りの柔軟性チェックなんですが、足痩せ、ふくらはぎ痩せするには、これぐらいはね、最低できた方がいいです。理想は先ほども伝えた通り、しっかり膝同士つけたまましゃがめることです。これ1回で変化出ますので、ぜひね、楽しみにしててください。OK です。1回お尻つけて座りましょう。そしたら、左膝は立てておいて、右足伸ばします。で、左手で右足を触りに行きます。触れますか？最低でもね、指先で右のつま先触れるぐらいにはなってほしいです。空いてる手でね、なるべく膝曲がらないように押さえれたら良いと思います。どうしてもね、前に倒れられないよって人は、空いてる手、床についても OK です。股関節、お尻、ふくらはぎ、膝裏の柔軟性チェックです。OK です。逆行きましょう。右膝を立てておいて、左足伸ばします。この状態で、右手で左足触りに行きます。最低でも指先がつま先触れてほしいです。きつい人、空いてる手を床についても OK です。右手で左のつま先触りに行ってます。これもね、柔軟性チェックの一環です。最低でも指先がつま先触れるぐらいになりましょう。これもね、1回で変化出ますので楽しみにしててください。あんまり肩、こう力入れすぎないようにすることと、呼吸はね、止めないように意識しながらやりましょう。OK。そしたら体の前で足の裏合わせて、ひし形作ります。ひし形です。で、このまま体の真正面に倒していきましょう。お尻や外ももあたりが伸びると思います。理想はおでこが足につくことです。最低でも肘が床につくぐらいまでは行ってほしいですが、僕はちょっと今日硬いです。届かないです。皆さんどうですか？お尻、外もも伸びてれば OK です。いまいち伸びないよーって方は、ちょっと足手前に引いたり、もしくは前に出したりして、角度調整しながらね、やってみましょう。これも柔軟性チェックの一つです。1回で変化出ますので楽しみにしててください。よし、OK。そしたら次は、右足をこんな感じでちょっと前に出しておきましょう。この状態で体真正面に倒して、右のお尻、外もも伸ばしていきます。これもですね、もう理想はおでこが床についちゃうこと。最低でも、こうやって肘が床につくぐらいは言ってほしいです。お尻外もも伸びますか？いまいち伸びないよって方は、この足をもうちょっと前に出したり、手前に引いたりとか、もっと体をね、前に倒したりとか、もしくはちょっと斜め前に手を伸ばしてもいいと思います。右のお尻が伸びる角度、いろいろ探してみましょう。これもね、1回で変化が出る柔軟性チェックです。楽しみにしててください。OK です。逆いきます。左足前に出します。で、このまま体真正面に倒していきます。左のお尻、外もも伸ばしていきます。どうでしょう？伸びる感覚ありますか？左の外もも、お尻。頑張れる人はどんどん前に倒れていく。いまいち伸びかんないよって人は、足を手前に引いたり、前に出したり、体をね、斜め前に倒したりして、左のお尻、外ももあたり伸びる感覚、出る位置を探して、呼吸止めないようにキープしましょう。ちょっと最初にね、合計4つ柔軟性チェック、今これも含めてね、ご紹介してます。最後にね、ちゃんと変化出ますので、最後まで一緒に頑張りましょう。よし、OK。そしたら次は、右膝を伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒していきましょう。掴める人は右手でつま先掴みましょう。掴めない人はね、こんな感じで膝に手を添えて、膝が曲がらないようにしましょう。右の膝の裏もも伸びてれば OK です。つま先はなるべく真上向けておくと伸び感が増すと思います。余裕がある人はどんどん前に倒れちゃいましょう。呼吸止めないようにしましょう。あ
んまり肩もね、こう力入らないように意識しながら、ちょっとずつ、反動つけながらで前に倒れていきましょう。オッケー。逆足いきます。次、左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の膝の裏もも伸びれば OK です。左手で左のつま先、触れる方は掴みましょう。触れない方はね、こうやって、膝に手を添えても OK です。呼吸扉入れしましょう。結構ね、こう体が硬くてコンプレックスって方いらっしゃるんですけど、もう週に1回とかね、もしくは週2回とか、それぐらいでもできれば、ちょっとずつ体柔らかくなってきますので、ぜひね、一緒に頑張りましょう。呼吸を止めないようにして、あんまり肩ね、こう力入れないようにしましょう。オッケー。そしたら、ちょっとこうやって体育座りみたいにしましょう。で、右足を左足、こんな感じで乗せます。で、この状態で、なるべく右足をお腹に近づけて、ピンと姿勢正します。右のお尻伸びる感覚があれば OK です。ここです。で、この体勢できないよって方は、左足一回伸ばして、この状態で右足乗せて、ちょっと曲げる。これぐらいでも十分です。右のお尻伸ばすことが目的です。頑張れる人は、なるべく右足を胸に近づけて、ピンと姿勢を正す。胸を張るイメージですね。こうすると右のお尻、しっかり伸びてくると思います。肩、あんま力入れないようにして、呼吸止めないようにしましょう。オッケー。次逆足いきます。左足を右足に乗せます。で、なるべく足を胸に近づけます。ピンとして出します。これで左のお尻伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？きつい人はね、これぐらいでもいいですよ。お尻を伸ばすことが目的です。頑張れる人はなるべく足をしっかりお腹近づけて、ピンと胸張るようにしましょう。これできないよって人はね、単純にお尻周り硬いだけです。まあ座りすぎとか、運動不足で硬いだけなので、ちゃんとね、続けていけば、柔らかくなりますので安心してください。呼吸扉入れしましょう。OK。そしたら一回足下ろして、右足を伸ばします。で、なるべくこう股関節開いた状態で、体真正面に倒していきます。右の内もものストレッチです。伸びますか？で、つま先こうやって前に倒れちゃう方いると思うんですが、特に問題ないんですが、なるべく真上向けた方が効果的です。ただ右の内もも伸びてれば、こうやって前にね、つま先倒れてても OK です。頑張れる人はどんどん前に倒れていきましょう。つま先はなるべく上向けて、呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。次は、左足伸ばします。で、股関節しっかり広げましょう。で、このまま体を真正面に倒していきます。左の内もものストレッチです。先ほどと同じようにつま先前に倒れててもいいですが、なるべくつま先真上向けると良いと思います。内もも伸びる感覚ありますか？で、こう、僕が今紹介した種目の中で、いまいち伸びないなとか、どうしたらいいかわからないって場合あると思うので、概要欄のね、サブチャンネルとか、ズボラストレッチの無料の教科書とか、もしくはブログとかね、無料のラジオとかでいろいろ解説しますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。OK です。これで一回足伸ばします。で、このままゆっくり前に倒れていきましょう。長座前屈です。多少こうやって反動つけてもいいですが、なるべく膝伸ばしておいた方がいいです。最低でもつま先がこうやって指先に当たるぐらい。これぐらいは柔軟性あってほしいです。理想は手首がつま先につくことです。僕も硬いのでね、一緒に頑張りましょう。これ長座苦手でね、全然前に倒れられないって人もいると思うんですけど、膝の裏とかお尻、腰が硬いだけです。ちょっとずつね、やっていけば柔らかくなりますので頑張りましょう。あとストレッチね、やるタイミング、よく質問いただけるんですが、お風呂上がりが確かに効果的なんですが、皆さんがね、習慣化しやすいタイミングっていうのが僕は一番良いと思ってます。OK。そしたら次はですね、ちょっとこんな感じで右膝立てましょう。で、両手でこんな感じでふくらはぎを挟みましょう。ふくらはぎ挟んだら、その状態でつま先を上げる、下げる、上げる、下げる。ふくらはぎを挟んで、つま先上げ下げ。で、こうやってアキレス腱に近いところが硬い人もいれば、膝裏に近いね、この上の方が硬い人もいます。こうやってふくらはぎを挟んだ状態で、
しっかりつま先上げ下げしましょう。ただこの力いっぱいね、やれば効果あるってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいでやるといいと思います。ただ肩はあんまりこうやって力入らないように意識をして呼吸止めないようにやっていきましょう。しっかりつま先上げ切る、下ろす。OK です。逆足いきます。左足を立てておいて、両手で、ふくらはぎをこうやって挟みます。挟んだ状態でつま先上げる、下ろす、上げる、下ろす。この上の方が硬い人もいれば、アキレス腱に近いところがね、硬い人もいます。自分が気になるところを重点的にやってあげると良いと思います。呼吸止めないようにしましょう。で、肩ね、絶対こんな力入れすぎないようにするのと、できたら、これ僕もやっちゃうんですけど、結構こうやって指が反っちゃう方多いので、指は反らないようにね、つま先だけ上げる感じです。指反らすことが目的ではないです。足首をね、動かすことが目的です。よし、OK。そしたら次は、足の裏、この土踏まずのあたりを押したまま、親指で押したまま、指を曲げ、伸ばし、曲げ、伸ばし。親指でね、こう、土踏まずのあたりを押してます。そのままこうやって指を曲げたり、反らしたりしてます。個人的にはね、結構この母指球、親指の付け根あたりが結構硬い方多いので、その辺を押しながら指を曲げ、反らしすると結構きついと思います。これも力いっぱいやればいいってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいで自分がね、ここ硬いなとかゴリゴリしなら、あるなってとこはそこをね、見つけて重点的にやりましょう。呼吸止めないようにしましょうね。OK、逆いきます。次、左の足、裏土踏まずあたりを親指でこうやって押した状態で指を曲げる、反らす、曲げる、反らす。こんな感じです。呼吸を止めないようにしましょう。力いっぱいやればいいと思うんじゃないですからね。肩もあんまり力入らないようにして、この親指の付け根、この辺りが特に硬いと思いますので、痛気持ちいいぐらいで押したまま指を動かしていきましょう。皆さんついてきてますか？一応やりやすいようにね、各種目30秒って時間を計って、で、種目と種目の間の秒数も結構こだわってやってます。なんで、ペースが速すぎ、遅すぎあればぜひね、コメントで教えてください。OK。そしたら次は、右膝伸ばします。で、なるべく股関節こう開いた状態で、体を真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。で、つま先前に倒す、真上向ける、前に倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。内もも伸びてますか？頑張れる人はね、しっかり股関節、さらに開くとより伸びてくると思います。体をどんどんね、前に倒した状態でしっかりつま先倒す、真上向ける。これを繰り返していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。OK。逆足いきましょう。左足を伸ばします。で、なるべく股関節しっかり開きます。で、この状態でですね、体真正面に倒します。左の内もも伸びた状態で、つま先前に倒す、真上向ける。つま先前に倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。内もも伸びる感覚ありますか？しっかりこの股関節つけてからですね、動かすイメージです。しっかりつま先倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。ラスト1回、しっかり真上向ける。よし、OK。そしたら次は、もう一回ですね、右膝立てましょう。こんな感じです。で、次は、すねですね。このすねの部分を、親指でこうやって押さえて、つま先上げる、下げる、上げる、下げる。この弁慶の骨のちょっと横ですね。ちょっと外側。ここをしっかり押さえながら、上げる、下げる。こうやって、ポイントがわかんない方はね、親指で押さえて、つま先上げ下げした時に、ここの筋肉動いてればそれでポイント合ってます。これも痛くすればいいってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいで、自分がね、硬いところ見つけたらそこを重点的にやっていきましょう。しっかり上げる、下げる。このね、足首に近いところが硬い人もいれば、真ん中ら辺が硬い人も、上の方が硬い人もいると思います。OK。逆行きましょう。左足伸ばして、この弁慶のこの骨の、すねの骨のちょっと外側、押さえて、つま先上げ、下げ、上げ、下げ。呼吸止めないようにしましょう。
押してる部分がね、合ってるかどうかわかんないよって人は、この押さえてる筋肉が、足首動かした時に、この筋肉動いてればそれで正解ですからね。あんまり肩こうやって力入りすぎないようにしましょうね。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って。ラスト1回しっかりギュッと上げます。OK。そしたら次はですね、右足を前に出します。こんな感じです。で、さっき行ったお尻のストレッチもう一回いきます。さっき前に倒れづらかった方もだいぶ前に倒れるんじゃないでしょうか。理想はおでこが床につくこと。最低でも肘が床につくぐらいまでいってほしいです。どうですか？皆さん変化出てますか？お尻がいまいち伸びない方は、もっと体を前に倒してみたり、膝をちょっと曲げたり、もうちょっと足前に出してみたり、もしくはね、体をちょっと斜め前に倒したりして、いろんな角度試して、右のお尻が伸びる位置探してみましょう。できない方も大丈夫です。ちゃんとね、続ければ変化出ますよ。OK。次は左足を前に出します。で、この状態で体真正面に倒していきましょう。左のお尻、外もものあたりをストレッチかけてます。理想はおでこが床につくことですが、最低でもね、肘は床についてほしいです。このお尻の筋肉って人の体で一番大きい筋肉なんですね。だから、お尻の筋肉が硬いとか筋力弱いと、この一番代謝を上げる、一番このね、パワーが出る部分が、うまく使えてないってことなんで、お尻の筋肉かなり大切です。しっかりね、柔軟性つけるようにしましょう。どうしても座りっぱなしとか運動不足の方、硬くなりがちなのでね、日常生活でも暇を見つけてやってあげてください。OK。そしたら足の裏合わせて、ひし形みたいな感じにしましょう。ひし形。この状態で体真正面に倒します。裏もも、外もも、あと腰のあたりもね、伸びる人は伸びると思います。理想はおでこが足につくことですが、最低でも肘が床につくぐらいまではいってほしいです。でね、本当に硬い人とか、きついストレッチをね、かけるのが苦手って人は、一回でね、変化実感できてないかもしれません。でもね、そういう方も大丈夫です、もちろん。僕もね、比較的一回で変化感じづらいし、すぐ硬くなっちゃうんですよ。でもね、こう、やっていくと、本当に僕、1年前の YouTube 取り出した時よりは全然柔らかくなったので、皆さんもね、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次は、右膝立てます。で、左足は伸ばします。この状態で、右手で、左つま先掴みに行く。掴めますか？僕はまだやっぱりこれきついですね。かなりこれ難易度高いです。後ろに倒れないようにしながら、右手で左のつま先触りに行く。反動つければちょっと触れました。反動つけてもいいです。で、きつい人はね、相手で左手床についてもいいです。ちょっとずつ反動つけながら頑張りましょう。呼吸は止めないようにして。頑張って頑張って。よし、OK。逆行きましょう。左膝立てて、右足伸ばします。この状態で、左手で右のつま先触りに行きます。最低でもつま先が指先触れるぐらいまで来てほしい。僕ギリギリ触れました。皆さんどうですか？きつい。呼吸を止めないようにすることと、あんまり肩でこう力入らないように意識しましょう。なるべく膝も曲がらないようにして、呼吸は止めないようにしましょう。頑張って頑張って。で、サブチャンネルとか、ブログ、ツイッター、インスタとかでね、発信する内容に関しては、リクエストどんどんお待ちしてますので、YouTube のコメント欄でも DM でもいいので、どんどんね、リクエストいただければ、なるべく答えていきたいと思ってます。OK。そしたら、最初に行ったチェックですね。ヤンキー座り行きましょう。肩幅ぐらいに広げた状態で、しっかりかかとを床につけたまましゃがめますか？これが最低ラインです。理想は、膝同士つけたまま、しゃがめるといいですが、僕もこれはね、かなりきつい。膝同士つけてかかとがしっかり床につくと最高です。最低でもこうやって肩幅ぐらいに広げて、しっかりしゃがめるようになりましょう。筋力とかね、有酸素運動とかも大事なんですけど、こうやって柔軟性も足痩せ、ふくらはぎ痩せにはすごい重要です。で、早く痩せたいよって方向けに概要欄にね、おすすめの足痩せストレッチやってきますので、ぜひ、この後追加で物足りない方やっていただければと思います。OK です。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ね、ズボラじゃない。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録、高評価いただけると、すっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。